ありがとうございます。ごめんなさい。もう5キロ切りますよ。焼きそばセットのサラダ付きで、それの分のサラダです。今入れたのが返しっていうラーメンの味になる大元のもので、あとはちょっとずつ調味料を足して豚骨スープとしてお客さんに出してますね。特徴的には食べやすい長さでも作ってますし、太さもで、機械の圧力でコシのある、焼いた時にはパリッとで、中はもちっとなるように作られてます。今混ぜてたこれはタレです。これは全く分かりません。奥さんもしか分かりませんのでちょっと醤油が入った感じの難しいですねソースの味が知ってるのは社長の奥さんとその娘さん2人だけです。首から下の部位がほとんど入ってます。ヒレもロースもバラもモモも全部入ってるんで。
適正な価格でお届けし、お客様と共に愛ある社会づくりを目指します。はい、以上です。お願いします。そこに卵を入れてもらう。焼きそば2つ。焼きそば2つですね。一つは、卵を入れてください。生卵ですか。はい。実践用にしてください。あんなに油飛びます。ありがとうございました。ありがとうございます。もう下ではもう絶対これだね。焼きそばはもうこれしかない。よそ行った時ツルツルっとしたとろっとした焼きそばじゃない。信じられん感じがする。本番の大盛りを別々以上で2時までで最後半のサービスを行ってますので、お願いしますか。お食事ですね。はい、大盛り3杯と頂戴とおりですね。こ
番有名、大分では支店なんかいっぱいあるね。福岡にもあるし。焼きそばの大盛り。大盛り、はい。はい。まあ、サラダセットに生卵トッピング。生卵はいつも何か乗せますね。自分はひたすらかき混ぜます。結構カリカリしてるから麺がですね、卵との甘みとこのカリカリ感がソースとちょうどマッチングして美味しいです。ランチはご飯がサービスって書いてあったんですけど、パリパリ具合が好みだな。2名様です。もやしがたくさん入った焼きそばなので、もやしの水分を逃がさずにというかですね、麺がつるっぽくならないように強火で丁寧に焼くことを心がけています。最大何人ぐらいですか6です。6人前までですよ。カウンター3番です。生卵入りで、800円お気をつけください。
ありがとうございます。ここの一番の焼きそばです。もう大好きなんですよ。この目玉焼きを入れてからトッピングするのがもう最高ですね。何度食べても美味しいですよ。どうもありがとうございました。もう腹いっぱいです。ありがとうございました。これで何人前ですか？これ、4人前です。胡椒結構取られてましたね。自分入れる。来たに来た時はね、必ず。これパリパリがいいですよね。鉄板だからです。いやなんかちょっと作り方が違うんじゃないですかね。ソースの作り方はもう本当に少ない人しか知らないって聞いたんですけど、私と娘と娘、この頃下の娘にやっと教えたんです。コロナが流行った時、私たちがねかかったらアウトでしょ。京都に住んでる娘にも教えて、朝一新幹線で来て作ってさっとまた帰りました。誰にも会わずにもうどれだけ忙しくてもお母さんと娘さんがやりました。夜中でもどんなソースの味なんですか？一発はないですね。まあ召し上がってみてください。大盛りのトッピングなしで。大盛り焼きそばです。大盛り。美味しいです。熱い。全般的にもう美味しいですよ。もやしが麺と絡み合って美味しい。全然違います。
ぐらい。あとはちょっともう入れるぐらいです。どうした。岡山から大ここはもう宴会場ですよね。土曜とか日曜とかこっちのお客さん多い時はこっち使います。でもう開放して使う。並んでね待ってもらうの気の毒や寒いけん。宴会も結構人気なんですか？そうですね。もう飲み放題4500円。僕がやってたのが中華やからもともと基本的には中華の料理になりますよね。人気のメニュー、おすすめのメニューありますか？もうメニューはもうこれ一番単品でおすすめはね。おすすめはね、僕は好きなのはしそ青じそ上からです。多いのはやっぱもう卵と目玉ね、これは多いですよ。焼き方もしっかり焼いてくださいとか両面焼いてくださいとかいう人もおる。半熟であんまり焼かないでくださいという人もおるしね、そこはいろいろやけど、もう注文いただければ大体そのペースであげます。営業し始めたのはラーメンで、ラーメンは下はほら激戦区で結構ラーメンがあったんですよ。でそれでなんか他のメニューを積んで先代が考えたのが焼きそばで、今は日田中が焼きそばやりだして、ラーメン屋がみんなやりだして、ラーメンも美味しいですよ。久留米ラーメンと違って脂っこくはしつこくはないです。さっぱりしてます。ラーメン2杯お願いします。2番3番。
基本的にはね、夫婦でやるっていうのが理念で、夫婦でやるのが原則。一人やったらできなかったんですか？できるんです。独身はできん。今はね、もうちょっと時代変わってきたんで、フランチャイズでいろんな形で出るっていうのもありますけども、だからここで修行しながら嫁さん探して、だからみんな学校卒業して高校出てくるでしょ。そして3、4年して結婚して出ていく。だから今支店をしている人たちはみんなそういう人。もやしが、特徴的でですね、スーパーで売ってるようなもやしは緑豆のもやしなんですけど、豆腐連では黒豆のブラックマッペというもやしを使っております。うまみがソースとよく合ってですね、美味しく仕上がります。そうですね、やっぱり生き物ですので、細い時もあれば太い時もあったりしますね。そのコンディションによって、焼き方をちょっとずつ微妙に調整していくっていうような焼き方で対処しております。美味しいです。福岡から来ます。でも1時間ぐらいで来れます。今日はこちら目当てで。そうです。で美味しいから行こうって言って来ました。ありがとうございます。
待たせました、どうぞ。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。めっちゃうまい。お待たせしました、どうぞ。この肉を炊いてるんですけど、これを小分けにしてもう一回冷凍するんですよ。一回冷凍しないと肉がもっと柔らかくならないんですよね。で小分けの分を解凍してる感じです。今日の分ですね。うん、いいじゃん。国産黒毛和牛です。香川県のお店に入って修行したんですけど、帰ってきて店を開けるときにどこどこで修行したっていうこのバックグラウンドみたいなのが何もないので、始めるとき不安だったんで、今後製麺学んで開業する方が筑豊製麺組合っていうのに加入すればバックアップしてあげれるのかなと思って始めたんですけど、多い時は10店舗ぐらいあったんですけど、丸2日ぐらい熟成させたやつです。子供のように可愛い。これ冷蔵庫じゃなくて熟成庫なんですよ。19度とか20度とかに設定して温度と湿度を管理して。
産のよもぎを練り込んで作ってます。食べた時に鼻にふっとよもぎの香りが抜けるくらいに調節して。このエッジが立ってるのが大事なんですよね。切った時の断面がひし形になるような、麺がギュッと強い証拠です。で、味的に言えばへこんだ部分につゆが乗ってよくつゆがついてくるんですよね。福宝地区のうどんの出汁って昆布が多いんですよ。昆布ばっかりではなくて、ちょっと香川の煮干しとかソーダガツオとか伊吹島のいりこを入れたりとかして、向こうっぽくもありこっちっぽくもあり、ハイブリッドな感じにしてます。お腹へこめちゃう、腫れるから。おはようございます。どうぞおいらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞおいらっしゃいませ。
1000円だぞ。こちらでお手柄あったら取りに来てください。肉ごぼう2です。お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。お待たせしました。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。はい。お腹空いたら頭よぎりますね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。お好みで生姜うどんに入れて食べてください。お待たせしました。ありがとうございました。今47です。もともと車関係です。毎日家に帰ってずっとご飯作ってたんですよ。だんだんハマっていってレシピ見たら大体できるんですよね。でもうどん打ったらなんかボソボソの短いのしかできなくて、これ全然店なんてするつもりもなく習いに行ったんですけど、向こうはその日本中からやっぱ若い子たちがうどんの勉強しに来てるんですよね。めちゃくちゃみんな情熱持って、僕は地元に帰ったらうどん屋するとかそういう話をずっと聞いてたら、俺もちょっと帰ってしてみようかなと思って、で帰ってきて店テナント探すところからがもう始まりですね、うどん屋の。すいません。ごぼう1唐揚げ1です。おらんかったです。ありがとう。いらっしゃいませ。うどん半玉。はい、どうぞ。
よいしょ。お待たせしました。お待たせしました。お好みで生姜を入れて食べてください。よもぎ麺ごぼ天、それと唐揚げですね。これは揚げたてなんですよね。普通揚げたてないじゃないですか。よもぎ麺ね、これ食べたら普通のうどんが食べれないですね。めっちゃうまい。牛すじ丼ですね。美味しいです。柔らかいお肉とその天かすのカリッと感が癖になる。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらで音が鳴ったら取りに来てください。ありがとうございます。昨日もやばいと思うんだよ。お待たせしました。ありがとうございます。発見中です。お願いします。はい、ありがとうございます。
うどん、から揚げは1玉。ありがとうございます。お昼にうどんを食べに行こうということで、これ目的です。はい、美味しいです。はい、唐揚げ大好物なので。お待たせしました。どうぞ。親父とお姉ちゃん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、場所があったら取りに来てください。お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。お待たせしました。どうぞ。だけなんで。はい。お待たせしました。どうぞ。はい。うまい。いつも通り。これはよもぎの丸天、熱々揚げたてなんで、まあよもぎが独特なんで、やっぱよもぎ食べたくなったらここですね。発見中です。ありがとうございます。こちら音が鳴ったら取りに来てください。これをあんまりせん方がいいっちゅう派と、僕はもう割とする方なんですけど、お待たせしました。どうぞ。よもぎ牛すじ肉ごぼう天うどんです。お好みで途中で生姜を入れて食べてください。点数稼ぎ。気持ちいいです。
知らないんですよご飯だけで350、マシマシがご飯プラスの150なんでご飯だけで 500g。 はい、いらっしゃいませ。はい、4六切り。ありがとうございます。はい、どうも。お待たせいたしました。ありがとうございます。毎週土曜日買っていただいてる常連さんです。ほぼ常連さんで持ってる感じ。妻が亡くなりまして、この先自分の人生どう歩むんだっていうところで、自分のやりたいようにやってみたいなっていうところで、決断しました。おはようございます。よろしくお願いします。結構交通量多いんですね、ここ。そうですね、交通量はもう立派なもんです。ここは何年ぐらい前から始めたんですか？ 3年ですね。はい。その前は何をされてたんですか？その前、私ですか？はい私はここを運営している会社におりました。飲食関連の事業をやってまして、私がこのお店をいただいたというかそんな感じですね。引き継いだというか、はい。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コスプレしてきてくれたら唐揚げ1個プレゼントしたり、こういうこれセーラームーンかなんかちょっと分かんないですけど、こういうのとかスパイダーマンとか、こういう感じでお客さんと一緒に楽しむっていうのをコンセプトにしてやってますね。やっぱり地域に愛されないとやっぱり企業の存続ってちょっと難しい。一緒に楽しんでいきながら、お役に少しでも立ちたいなという感じですね。3年前なんで55ですね。その年いろんなことがありまして、結局一人で、やるタイミングかなというふうに思って、やったということですね。聞ける範囲でちょっと何があったか聞いてもいいですか？ですね、妻が亡くなりまして、はい、そういったこともあって、なんて言いますかね、何かあっても目をかける人がいなくなるっていうか、そういったこともあって、ちょっと自分のやりたいことっていうか、自分の進みたいところに進んでいこうかなという感じで、決断をしたっていうところですね。はい、前々からちょっと独立はしたい？いや、やっぱり家族がいる時はそういう気持ちはあんまりなかったですね。でも自分の残りの人生を考えた時に他に迷惑をかける人が少なくなってきたっていうところで、じゃあこの先自分の人生どう歩むんだっていうところで、やりたいこと、自分のやりたいようにやってみたいなっていうところで、決断しました。実際やってみてどうでした？そうですね、大変は大変ですね。やっぱりなんて言いますか、この辺の地域はやっぱり人口がやっぱり縮小していってるので、その辺でやっぱり証券の縮小っていうのがやっぱりある。1年ぐらいですかね、やっぱりパタパタと潰れて、やっぱり飲食店が少なくなってきてる状況なんですね。なんでその中でなんとか生き残ってるっていうところでは、地域の皆さんの支持を得られているのかなというふうには思ってます。結構量多いですよね。すごい3キロ。さっきのお米はすぐには炊かないんですか？すぐには炊かないです。だいたい3時間ぐらいは浸水して使います。
浸水したらどう変わるんですか？浸水したらいいご飯が炊けます美味しいご飯が炊けます。値段は先月から比べると 1.3 倍です。3年前から比べると3倍。まだ値上げはしてないです。ちょっと泣いてます。3キロ、米を炊いて、だいたい6キロ、仕上がり6キロぐらいになる感じですね。すごい包丁ですね。そうでしょう。通販で買いました。はい
はい。単品醤油1からから焼きあっさり単品1です。はい、ありがとうございます。213番で出来たてご準備します。かけてお待ちください。これ上がります。たまたまこう切るだけで、まあ美味しいと美味しいと。お待たせいたしました。私は何でご利用？いいです。大丈夫です。はい。ありがとうございました。鍋で鍋があるやつ。これは衣漬けを何個分4袋分6キロ何セットやるんですか？4セット。うちの平均的な数字ですね。こういう時は、まあ、倍まではいかないですけども6セットとか7セットぐらいですね。温度チェックお願いします。塩の OK です。お待たせいたしました。塩お盛りの5番増し増しです。
結構大盛り頼まれる方も多いんですか？多いです。結構量が多い方の方が多いかもしれないです。ご飯だけで350でマシマシがご飯プラスの150なのでご飯だけで 500g です。はい、ありがとうございます。バリューパックの9個入りでございますね。お会計1750円でございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。よっちゃん弁当を一つ。じゃあ、名物なのでお待ちください。よっちゃん1です。はい、おります。で知らないですよ。115番でお待ちなんです。はい、どうもお待たせいたしました。お箸つけられますか？お願いします。安全つけられます。6いいですか？バリューバックの2です。はい、ありがとうございます。はい、どうも、皆さん、お召し上がりください。アマウンド OK です。はい、16番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。満足感あります。じゃあ、メットです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今からのご準備でよろしいですか？では出来たてご準備しておきます。お気をつけてお越しください。お弁当です。はい、上がります。頭バリから。はい。じゃあ入ってない。何今。これか。ありがとうございます。どうも、お待たせいたしました。ありがとうございます。チェリーマヨ並2です。チェリーマヨ並2、はい、ありがとうございます。どうも、おざいました。はいはい。今日は何？はい、
どうも、ありがとうございました。お客様お帰りです。どうも。ありがとうございました。毎週土曜日買っていただいてる常連さんです。結構常連さんもいらっしゃるんですか？そうですね。ほぼ常連さんで持ってる感じ。塩の波とテリマヨの波を使ってます。お子さん飴食べれますか？塩の波とテリマヨの波です。はい、どうも、ありがとうございました。バイバイ。唐揚げ好きって好き。お腹すいた。この間唐揚げ買ったんですよ。そのミックス弁当というのとなんか新商品のテリマヨ、で唐揚げも結構1個がこのぐらいから大きめなんで3個入りにしたんですけど、そのどうしてもテリマヨが食べたかったんで4つ食べちゃって男性は結構買いに来られること多いみたいです。こうボリュームがあってでなんかそんな高くはないな。もう塩唐揚げ5個お願いします。はい、いらっしゃいませ。ご予約のお客様ご来店です。どうも、お願いしました。はい、番組で。そうですね、ありがとうございます。番組の、お菓子はいくつお作りしますか？はい、どうぞお待たせいたしました。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。お客様お帰りです。どうも。ありがとうございました。ね、あれ久留米に住んでる書道家の方に書いてもらったんです。もともとそのなんていうかな、楽しいことって大好きだったですし、人をこう笑わせるとか、もちろん自分自身も楽しんでいきたいなということで、その言葉を見つけた時に自分にぴったりだなという感じで、はい、座右の銘にしようと思いました。はい。231番のお客様。はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。232番でお待ちのお客様。お待たせいたしました。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。4号切り。233番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。お待たせいたしました。2個1で入れます。
唐揚げ自体は塩唐揚げが一番人気。そうですね、並3個入りが、一番出ますけども、ご飯が美味しいっていう、評価が、受けてるので、ご飯増しとか、ご飯増し増しとか、そういうお客さんが多いですね。これからどういうお店にしていきたいんですか？そうですね。最初のコンセプト通りお客さんと共に楽しみながら、やっていく。で、あとはおじいちゃんがお孫さん連れてきてもらったりとか、逆にお孫さんがおじいちゃんの手を引っ張ってきて、くれるようなお店、そういうふうな、アットホームなお店作りを今後もやっていきたいなというふうに思っています。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。